皆さんこんにちは、愛です。最近コメント欄や SNS などでどうやって動画作ってるんですかとか、誰が作ってるんですかなんていうご質問をねいただくことが多くなりました。というわけでこのような動画をね作ってみるのも面白いかなと思いました。題しましてアイ&ニッシーの動画はどうやってできているのということで、そのままなんでございますけれどもね、こんな小さなチャンネルで大変恐縮なんですけれどもご紹介したいと思います。はい、私たちはアイ&ニッシーと言いまして4、50代の夫婦で、ディズニーやミュージカルのデュエット曲を中心とした歌の活動を行っております。はい、特にこの YouTube チャンネルでは劇場で楽しむだけがミュージカルじゃないというのをスローガンに掲げまして、皆さんよくご存知の名曲からちょっとマニアックな曲まで幅広くカバーをしております。ぜひぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。でまず誰が作ってるのっていうことなんですけれども、動画はね全て私愛が作っております。まだまだちょっとね小さな収益化もできていないチャンネルとなりますので、できるだけ費用を抑えたいという思いでやってますというのが一つ目。そしてもう一つの大きな理由がですね、これ非常に恥ずかしいお話なんですけれども、私こう見えてですね非常に内向的な性格でして見えないって、いつも言われるんですけれども、人付き合いがねとっても苦手です。でね、人に頼るっていうことがねなかなかできないので、であればねもう自分で全部やってしまおうっていう発想にどうしてもなってしまいがちでして、ということで、機材を全て自分で購入いたしまして使い方も覚えて、で現在に至っております。ですので私は何の専門家でもなく独学で動画作りをしていますので、どの程度皆様のお役に立つかは分かりませんけれども、よろしければご参考になさってください。とはいえですね、もし歌ってみたがやってみたいっていう方であればですね、当チャンネルではなく、例えばファーストテイクのように映像はねよりシンプルな方が好まれやすいのかなっていうふうに思います。そういった意味ではですね、私の動画の作り方っていうのは、世のトレンドとはかけ離れたものになっておりまして、それでいて非常にタスクが多くてですね、チャンネルを大きくしていこうと思った時にですね非常に非効率なことをばっかりやっております分かっててなんでそれすんでんって感じなんですけれども、もうこれはひとえに私のミュージカルに対する愛がですね、変な形で爆発した結果起こっております。はい、でアイ&ニッシーの動画作りには大きく分けて4つのステップがございます。まずは1番レコーディング、録音ですね。はい、歌入れをします。はい、2番目はミキシングと言いまして、録音した声とですね、あとはオーケストラをこうなじませるっていうんですかね、そのような作業をしております。で3つ目が、これアイ&ニッシーならではなんですけれども、動画の撮影を行います。で4つ目は、全ての素材が揃ったのでこれを編集するという作業になりますね。で、動画が出来上がるのはこの時点で出来上がりますけれども、これを YouTube として考えた時にこの後サムネイルを作ったりですとか、YouTube へのアップの作業をしたりですとか、あとSNS 各種使いまして告知をしたりですとか、そして最終的に YouTube アナリティクスといいまして動画のパフォーマンスに関するさまざまな情報が閲覧できるところがございますので、そこをチェックしたりというようなことを行っておりまして、そのあたりのこともですね軽く触れられたらというふうに思っております。というわけでまずは1番レコーディングからどうぞ。はい、そうしましたらまず使用する機材の説明をさせていただきます。まずはマイクですね。こちらコンデンサーマイクと言いまして録音に特化したマイクとなります。非常に集音性が高いのでこのポップガードですねは必要かと思います。あとはこのマイクを支える、マイクスタンドですねと、マイクと機材をつなぐケーブルが必要になってきまして、でこのケーブルがつながっているのがですね、はい、こちらのオーディオインターフェースとなります。こちらは録音した歌声をパソコンに今運ぶための装置みたいな風に思っていただければ結構です。はい、そしてこの、オーディオインターフェースにつながっている白いのは私がいつもよく使っているヘッドホンですね。でここから流れてくる伴奏を聞きながら歌うということをしております。そしてこのオーディオインターフェースがつながっているのがパソコンとなりますね。はい、以上が私の愛用する機材のご紹介でした。
はい、まずレコーディングに入る前にですね、歌ってみた動画を YouTube に出してよいのかという著作権のチェックと、使用させていただく音源を見つけます。でこの2点がクリアになりましたら、いよいよレコーディングに入っていきます。はい、この歌入れの作業なんですけれども、私たちが最もクオリティを重視する重要なパートです。で以前のね動画を見ていただくとよくわかるんですけれども、前はね私たちスタジオをねお借りして録音の作業をしていたんですね。理由としてはどうしてもミュージカルは張り芸になってくるので、あんまり大声で歌うっていうことを自宅でしてしまうと、ご近所様への迷惑になるなということで、しっかりと防音設備の整った、スタジオでね録音っていうことをしていたんですけれども、でスタジオって何でも揃ってるようなイメージあるかと思うんですけれどもね、マイクのケーブルとマイクスタンドぐらいはスタジオのものを使わせていただけるんですけど、それ以外の例えばマイクとかオーディオインターフェースとかパソコンっていうのは全部自分のものを持ち込まないといけないんですよね。ただこれら全て精密機械ですので、取り扱いに注意しながら運搬設営するっていうのは結構な負担になってましたし、あとはそのスタジオを1時間2時間と時間を区切ってお借りするわけですけれども、その時間内で必ずしもうまく歌い終えるっていうことができるわけではないんですよね。そうするとまた改めてスタジオを借りて録音し直しってなってくると、どんどんやるのが億劫になってくるっていうことが起こっておりました。そこでですね、もう自宅でできる限りの防音の配慮をしてですね、昼間のうちに録音をするっていう現在のスタイルに落ち着いてからはですね、こんな素人が言うのもなんなんですけれども、歌のクオリティはだいぶ改善されたのかなというふうに思っています。やっぱり時間を気にせず繰り返し歌えますので、自分たちの本当に納得のいくレベルまで何回も歌い込むっていうことが可能になってきましたので、やはり自宅で歌うのが一番だなっていうふうに思うんですけれども、とはいえですね、やっぱりどうしても大声出す時に躊躇っていうのが入ってしまうのでね、私の今の野望としてはですね、引っ越したい、ぜひとも引っ越したい、防音のうちにというのがございます。でもしねそれができたらですよ、自宅から歌ありのライブ配信ができるなっていうふうに思っておりますのでね、夢はどんどん広がるんでございますけれども。はい、でレコーディングの話に戻りますと、私たち現在はねレコーディングに最も時間をかけるようになっていまして、作品によっては数週間かかることもあります。で私たちはね素人ですから、ファーストテイクなんていうのはありえません。特にミュージカルは作品の物語ですとかキャラクターの心情を歌っていますから、表現の面ではね絶対に手を抜かないようにしています。それにしたって数週間は長すぎひんと思われるかもしれませんけれども、その理由については次のミキシングのご説明をね先にした方がいいと思いますので、というわけでミキシングのコーナーに行ってみましょう。はい、ではミキシングのお話をねしていこうかと思うんですけれども、使用するソフトは先ほどレコーディングで使用したキューベースというソフトそのまま使います。ちなみにこのキューベースなんですけれども、オーディオインターフェースを購入した時についていたソフトになりまして、ごくごく基本的な機能を備えたものとなっております。もう一切アップグレードをしてませんで、私自身ですねミキシングに関しては全くの素人でございます。やっていることはですね、音量のバランスを整えるっていうことと、リバーブいわゆるエコーをかけるっていうことだけですね。特にデュエットなんですけれども、録音は別々に行っている関係で、どうしても2人のタイミングがね微妙にずれてしまう時っていうのがあるんですよね。でそういう時ちょっとずらすっていう調整ぐらいだったらこれでできるんですけれども、例えばピッチの調整なんていうのはできるのかもしれないけど、ちょっとやり方私よくわからないので、ピッチがずれた時っていうのはシンプルに歌い直しています。というわけで先ほどのレコーディングの工程にまた戻っていくっていうことが起こるわけですよね。つまりこのレコーディングとミキシングっていうのはもうセットで何回も行き来するみたいな感じで歌入れっていうのを行っていくんですけれども、私の場合だと3回4回連続して、とりあえず、通しで歌ってみるんですよね。でその後ミキシングに移って、その3回4回の中でのベストのテイクを切り張りしてつなげて、とりあえず一旦仮で音源を完成させてしまいます。でそれを自分で聞いてみて、いまいちだなと思うところをどんどん歌い直していくっていう作業を数日間かけて行います。でもちろんその間には原曲の方も聞き直して、ちょっと間違って覚えてたなって思う箇所はちゃんと修正してということも行います。
で西の場合はですね、稼働できる日が非常に限られていますので、普段は通勤の車の中で原曲を聞き込んでもらうと、そして車の中で歌って練習して覚えてもらうっていうことをしておりまして、でお休みの日にレコーディングをいたします。それをミキシング私がしたものをまた西に聞いてもらって、大抵ですねやっぱり1回では納得のいく仕上がりにはならないみたいなので、翌週もう1回レコーディングし直すという形になっています。はい、でこの仮音源というのはですね、完成版へのイメージが非常にしやすいということと、あとは日頃自分たちが陥りがちな歌におけるミスっていうのがですね、よく見えてくるものになりますので、私たちにはもう今や欠かせないものとなっております。そして出来上がった仮音源ですとか、あるいは最終音源っていうのは、私のソロの楽曲であったとしても必ず西にはチェックに入ってもらうということをしています。はい、このように2人で全ての音源をチェックすることで、できるだけ客観的に自分たちの歌のクオリティを評価しておりまして、そうすることで少しでも皆さんにより良いものを聴いていただけるように心がけております。はい、以上でレコーディングとミキシングの作業を終えまして、音源が出来上がりました。というわけで今度は映像の作業に入っていきます。というわけで次の撮影のステップに行ってみましょう。はい、それではI&西ならではの工程、撮影のお話です。冒頭にもお話しいたしましたが、大抵の方はファーストテイクのようにレコーディングの際の定点カメラの映像をそのままお使いになっていると思いますが、我々は一味違います。言うなればこの YouTube を自分たちの専用劇場みたいな風にね捉えて、歌にとどまらずお芝居の要素もね入れてやっておるわけでございますけれども、例えばお歌であれば、私たち素人ではありますけれども、それなりに年数かけてきてますので、結構こだわりポイントあるんですけれども、もう演技に関してはですね、もう完全な素人で、どなたからも指導を受けたことがなくて、言ってしまえばもうカメラの前で直感的にやってるだけなんですよね。でそれでいてこの見た目がね、私たち別に若くもなければイケメン美女でもないので、見てて本当に滑稽だと思うんですよ。変なことやっとんなって、年してってね思われてるかもしれないですけれども、これは一種の面白映像だというふうに思ってね、気楽に楽しんでいただけたらなというふうに思います。で撮影のお話なんですけれども、ここに関してはですね、我々まだまだ勉強中の段階でございまして、ご紹介できることは少ないです。でしかも撮影に使用しているのもですね、私の iPhone1 台だけなんですよね。でもね、将来的にはねドローン購入したいなとかね、いろいろ思っていることはありますので、非常に楽しい工程ではあります。というわけでですね、好奇心旺盛にいろんなパターンを試してみてるんですけれども、例えば屋外の、いわゆる映えスポットを利用した撮影ですとか、あとは屋内で特定の場所をお借りして撮影するパターンもございますけれども、やっぱりI&西といえばですね、グリーンバックを使用した、合成の映像っていうのがね、皆さん結構印象にあるんではないかなというふうに思います。はい、で私自身もですね、もう引きこもり体質なものですから、自宅で済むグリーンバック撮影っていうのがね一番性に合ってるかなっていうふうにも思いますし、あとはやっぱり合成で仕上げた映像っていうのは一種アニメのような仕上がりになるんですけれども、それがミュージカルの世界観にも通じるものがあるのかなっていうふうに思ってまして、でそういう意味ではね、グリーンバックっていうのは多用しがちではあるんですけれども、ただ手狭な自宅で撮影を行っておりまして、そうするとですね、引きでの映像っていうのが撮れなくてですね、全身を映すことができないんですよね。はい、というわけでもう一度言わせていただくんですけれども、私はとにかく引っ越しがしたいです。広くて防音のうちに引っ越したいです。もうそう強く願っておりますなので、現状はですね、全身が映せますし、広々スペースが使えるということで、外での撮影というのをですね、もう少し積極的に取り入れていこうかなというふうには思っております。ただ外で撮るにしても自宅で撮るにしても、やはりちょっと撮影に関しては問題が多いです。まずはね、圧倒的にねやっぱマンパワーが足りないなというふうに感じてまして、2人でできることにねものすごく限界を感じているんですよね。特に私のソロだったらもう自作自演で全てやっておりますので、もう定点カメラで撮るしかなくって、いかにその後の編集で動きのある映像にできるかっていうことでね、毎回非常に苦労するっていう面がありますのでね、
これも私たちの夢なんですけれども、いつかは撮影クルーの方にですね、素敵な映像を撮ってもらえるようになりたいなというふうに思っております。はい、以上で撮影の話は終了でございます。次はいよいよ編集のお話になります。というわけで行ってみましょう。はい、そして最後に編集の作業に移っていくわけですけれども、私はですね、動画作りの中でこの編集の作業が本当に大好きです。もうね、自分にはもうこれが天職だな、1円も儲かってないですけど、というふうに思うわけでございます。またね、歌うこととはね、違ったこう表現の楽しみみたいなのがあるんですよね。それで、よく編集どれぐらい時間かけてされてるんですかっていうね、ご質問もいただくんですけれども、ショートだったらね、もうそんな例えば 1,2 時間ぐらいでささっと作れるんですけれども、フル版に関してはやっぱり2日から3日はかけて作っております。はい、でひとたび私がねこの編集の作業に入ってしまうと、もう寝食を忘れてですね、もう本当に没頭してこの作業ばっかりやってしまうんですよね。もう次々アイデアが湧いてきて、でもう眠れなくなるんですよね。そして家事もね結構おろそかにしてしまいますので、毎回ね家族にはね迷惑かけちゃってるんですよね。なので本来であればね、多分 4,5 日ぐらいかかるボリュームのところをもう急ピッチで 2,3 日で済ませて、早く日常に戻そうとそういう動きになります。はい、で今ね画面上で私がこう編集しているような様子が映されているかと思うんですけれども、動画編集に関してはですねこれだけで多分十分1本の動画が出来上がるんじゃないかっていうぐらいこうボリューム満載になってますので、この動画ではねあまり多くは語らないでおこうかなというふうに思います。もしニーズがあればですね、私の動画編集方法みたいな感じの動画を作ってみてもいいかなと思いますのでね、見てみたいよという方はぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。この編集の段階でですね、サムネイル用に使えそうなカットっていうのを見つけ出して、スクリーンショットを撮っておくっていうこともいたしますし、あとはね各種 SNS に告知するためにですね、短尺の動画を毎回ね縦型と横型と2種類作ってますので、それも一緒にね仕上げてしまうようにしております。はい、でこれでね動画を作り終えるとですね、私はもう大抵もう満身創痍でしばらくちょっとお休みしないとですね、次の作業には移れないぐらい結構消耗してしまうんですよ。なのでね、どうしても動画の更新頻度はゆっくりにならざるを得ないんですよね。でその代わりといっては何なんですけれども、ショート動画の方はねこまめにアップするようにしておりますので、よろしければねショートの方もご覧いただけると嬉しいです。ショート版はね編集こそちょっと簡単に済ませてますけれども、歌のクオリティはフル版と変わらないぐらい真剣にやっておりますのでね、ぜひぜひ聞いてほしいなというふうに思います。はい、以上で動画の編集のお話は簡単ではありますが、終わりにしたいと思います。はい、でこの後はですね YouTube にアップロードするために必要な作業ですとか、いろいろお話ししていこうかなというふうに思うんですけれども、これはどちらかというと、クリエイティブというよりはより戦略的なお話になってきまして、はい、でこの戦略に関してはですね、今現在アイ&ニッシーが抱えている問題についても赤裸々に語っていこうと思いますのでね、興味のある方はぜひぜひ視聴を続けられてください。というわけで次のコーナーに行ってみましょう。はい、そうしましたらですね、サムネイルのお話からしていこうと思うんですけれども、サムネ作りはですね動画編集について私大好きな作業です。はい、で、使用しているソフトは GIMP というものでして、これフリーでダウンロードできるソフトになってます。で結構ねなんかポスターみたいな仕上がりのねサムネイルが作れるので、私自身はとっても気に入って使ってるんですけれども、正直言ってこれあまり初心者向けではないです。癖が強いなと思います。そしてですね、サムネイルは戦略的な面で言いますと、動画のいわゆる入り口というか看板みたいな役割を果たしますので、非常に重要だと言われてますし、売れるサムネイルの作り方っていうのはいろいろあるんですけれども、扱っているのがこういったミュージカルとか音楽とか、芸術的なことになりますので、できるだけその世界観を大事にしたいなということで、私はあまりそういう売れるサムネイルみたいな感じの作り方ではなくてですね、イメージとしては絵本の表紙みたいな感覚で作っております。
はい、そしてサムネイルはですね、動画と違って途中の差し替えが効きますので、一旦作ってはみたもののちょっと気に入らないなっていう時はですね、私結構頻繁に作り替えを行っております。そうするとですね、動画そのものの再生数が良くなったりすることもありますのでね、やっぱりサムネイルって大事なんだなっていうふうに思いますね。はい、でですね、私ここで皆さんに告白しなければいけないことがあるんですけれども、サムネイルに使用している私たちの写真なんですけれども、これはかなり持ってます。はい、具体的にどういうことをしているかというと、例えば私であればですね、このわがままボディをですねちょっとスリムにしてみたりですとかね美肌にしてみたりとか、そういうことをよくやりますし、日誌であればちょっと髪の毛を増やしてみたりですとかねちょっと肩幅を広くしてみたりとか、そういうような工夫はしてやりすぎないようには気をつけているんですけれども、少しでも見栄えがいいようにしたくてそういうことはしていますはい、そして動画とサムネイルができましたので、いよいよ YouTube へアップしていきます。タイトルを決めまして、でその後概要欄を書いたり他の設定を行ったりとかをするわけなんですけれども、ちゃんとキーワードとかタグをしっかり設定しておかないと、検索や YouTube からのおすすめで私たちの動画を見つけてもらうっていうことが非常に難しくなります。はい、小さなチャンネルですから放っておいたらね YouTube という大海原で埋もれがちですし、せっかくねこだわって作ってる動画たくさんの方にね見ていただきたいですから、アップロード時の設定はですね戦略を意識して行っています。はい、そして晴れて、動画が世に出ましたらですね、各種 SNS を使って告知といいますか拡散の作業を行っていきますが、はい、出ました。アイ&ニッシー最大のアキレス腱がここです。YouTube チャンネルを大きくしていくためには SNS の活用は欠かせません。ですがですね、私は何回も申し上げておりますように非常にコミュ障で、自分からフォロワー様を獲得しに行くっていうことがとっても苦手です。そしてニッシーは本業のお仕事がありますので、なかなか SNS の方に気が回らないという問題がございまして、ここね一番手こ入れをする必要があるところだと思うんですけれども、私一人に関して言えば結構投稿そのものは好きなので頻繁に更新はするんですけれども、それ以上の活動はあんまり行っていないというのが現状でございます。というわけでですね、これ聞かれている方で何か SNS されている方はですね、私たちのアカウントぜひぜひフォローしていただきたいと思いますし、拡散にご協力いただけたらですね、もう泣いて喜びます。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこれが本当に最後の最後なんですけれども、 YouTube アナリティクスについてのお話です。はい、YouTube アナリティクスとはチャンネルのさまざまな情報が閲覧できる YouTube の機能の一つとなっております。いろんなことがわかるんですよね。例えば視聴者様の年齢ですとか、男女比、国籍、よく YouTube につないでいる時間帯などがまずはわかりますし、あと私が非常に重要に感じているのは動画一本一本のパフォーマンスに対するいわゆる YouTube からの通知表のようなものがですね閲覧できるようになっておりまして、ここをよく見ることでですね、今後のコンテンツ作成のヒントを得たりとか改善点を探し出したりというようなことをしております。はい、以上でですね、私の動画作成に関わる作業についてのお話はすべて終了となります。この後はですね、2年少しですかね、このチャンネルを運営してきて私が思うことなどについてですね、ちょっとつらつら語っていこうかと思いますので、興味のある方は視聴を続けられてください。はい、アイ&ニッシーチャンネル開設から3年が経過いたしまして、現在の歌ってみたのスタイルになってからは2年と少しが経過いたしました。おかげさまでですね、現在で530人ぐらいの方にチャンネル登録をしていただいておりまして、もう本当にありがとうございます。私たちは劇団出身者でもないですし、音大も出ておりませんので、本当の素人のただのおじさんおばさんなんですよね。でそんなおじさんおばさんが好き勝手やってるこういう動画をですね、見てくださって、さらにはチャンネル登録までしてもらえるっていうのはもう本当にありがたいですし、私たちもやっていてとっても幸せです。で過去にはですね、やっぱりいろいろ私たちもブレてですね迷走いたしました。その頃の動画もね数多く残ってますので、見ていただいたらこれ迷走しとった頃やなっていうのはねすぐわかると思うんですけれども、
ただですね、私いろいろやってきて思うのはですね、こういった世間で求められるような受けるネタをやってみたりとか、非常に流行ってる曲を歌ってみたりとかっていうことをしてもですね、それを私たちが心底楽しめていないのであれば、それは動画に現れてくると思いますので、ご覧いただいている方にもですね、ご満足いただけるクオリティのものには仕上がらないんじゃないかなというふうに今は思っています。なので現在はデュエット、ミュージカル、夫婦チャンネルというこの3つの柱をメインに据えてですね、自分たちのカバーしたい曲をですね、自分たちの世界観で自由に表現していこう、楽しみながらやっていこうというコンセプトで、チャンネルの方を運営しております。とはいえですね、いろいろ実験的なことをやってみたいっていうのはありますので、ショート動画を使ってですね、そういったコンテンツは時々上げたりはしているんですけれども、はい、でそもそもの話をしますとですね、ちょっといやらしい話にはなるんですけれども、こういった音楽を扱うチャンネルっていうのはうちに限らずですね、著作権というものがございますので、いくら収益化ができるようになったとしてもですね、その広告収入の大半は曲を作られた方のところに行きます。私は全然それでね、いいと思ってるんですよ。素晴らしい楽曲のおかげで私たちもこうやって活動ができてますのでね。ただ見入りがないんであればですよ、別にそんな流行るコンテンツとかやらなくても、自分のやりたいことをね表現していく方がいいんじゃないかっていうふうに私なんかは思うわけです。そして、YouTube は今やですね、芸能人の方も数多く参入されるようになってきて、どんどん厳しい世界になってきております。で、一説にはですね、チャンネル登録者が1000人に満たない状態で辞めていく人は全体の8割というふうに言われておりまして、そういった意味では私たち今が一番底なわけですけれども、皆様のおかげでですね、非常に楽しく活動させていただいておりますので、それがそんなに苦しいことだというふうには今は感じておりません。それにですね、私自身が苦しみの先に光が見えるみたいな考え方があまり好きではありませんので、プロセスの段階からね楽しまないとこれは続かないよねっていう考え方で日々活動しております。もう人間なんでね、どうしてももう疲れてやる気が起こらない、しんどいっていう時はね絶対あるんですよ。で、私はもうそういう時はね一切やらないです。もうパソコンも見ないし携帯も開かない。で、そういう日を設けて自分が回復するまでねゆっくり待つっていうことをやりながら、のんびりとね、いつか1000人行くやろみたいな感覚でやってますし、やっぱりそれぐらいのね気持ちでやった方がね逆に続くんじゃないかななんていうふうにね思いますのでね、時々ねプツッと更新が止まることはありますけれどもね、愛ちゃん今ちょっと休んどんやなというふうにね思っていただけると嬉しいなというふうに思います。とはいえですね、私たち結構いい年齢ですのでね、いつまでこんなことができるのかなっていう焦りが全くないわけではありません。2人の間でですね、あんなことやりたいこんなことやりたいってもう日々ね妄想とか夢は膨らむんですけれども、でやりたいこともたくさんあってアイデアもたくさんあるんですけれども、やっぱりね気力だけではどうしても持たないっていう面がありましてね、そこだけはどうしてももどかしく感じるところなんですけれども、だからこそ先ほども言いましたように、プロセスの段階から楽しんでおくことでですね、いつできなくなってしまっても後悔が残らないようにやっていきたいなというふうに思っております。はい、というわけで最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。